伊丹ローズガーデンの広沢です。このね巨大なランブラー、白い花が咲くんですけれども、品種がちょっとわからないこの壁面と、それから大きいガゼボがあるんですけれども、こちらへの誘引をしていきます。植え床はね割と小さめな感じなんですけれども、株はものすごく毎年シュートがいっぱい出てね、大きく育ってますね。まずは元言われてあった紐、白縄で言われてあるんですけども、これを全部外していきます。こちらにね、この手前に割ってるこれはローゼンドルフシュパリスホップですね。もう一緒にやってしまいます。ちょっとやっぱり植え床の土の容量がね少ないっていうのもあって乾きやすいんでしょうね。カラッカラにもう水枯れ寸前っていう感じで、葉っぱも茶色くなってね、休眠期なんでそんなに水はもう吸ってないから枯れることはまあないかなとは思うんですけども、これね去年上から垂直に下向けにデロデロってね、白糸の滝のように誘引した枝ですけれども、夏に振る枝をある程度ね上の方は整理したんですけれども、あまりにもねすごい茂ってきて夏に整理したけど、この枝は取ってなかったんですよね。もうどんどん外して、で基本的には今年咲いた枝ですね。去年誘引した枝はこれだけシュートが上からもういっぱい出てますから、もう必要ないのでこうやって外していきます。シュートがあんまり出てない場合はこういう枝も残して、で今年の一番花の枝ですね少し残して、そこから花枝上げていくっていう感じの誘引剪定になりますけれども、この株の場合はもうすごいシュートがねいっぱい出てるんで、おそらくシュートだけにして全然大丈夫だろうなと思いますね。で逆にこれはラムラーじゃないんですけどね、よく返り咲くローゼンドルフシュパリスホップですけれども、こいつは全然シュートが出てないかな。だからこれね去年もシュート出てなくって一番花の花枝残してこの枝自体をね残してたんですけれども、今年も同じように一番花の枝をね2センチぐらい2目ぐらい残して、こうやってちょんちょんって切っていきます。これは中輪の品種なんで一番花の枝残すんですけれども、もう本当に短く1目か2目ぐらい残して切るっていう感じですね。でこれでこうやって枝フリーにするのと同時に枝の処理をしていきます。もうこのシュートというかね、この枝自体は、3年目に突入ですね。今年というか来年もう1年頑張っていただこうという感じですね。でこの左側の方はねツルのアイスバーグですね。ご覧の通りこの品種は割と枝が立つ品種で、去年垂直に下垂れさせた枝は花数が少し少なめだったので、今回は斜め下へ誘引するようにしようかと考えています。このかぶさってきてるね、これはシュートですね。これを切ったらダメですよ。左側からアイスバーグが迫ってきて、向こうからランブラーが降りてくるっていう感じの仕立てになります。今作業しているこの品種のように少し枝が立つ品種ではキューランブラーやポールズヒマラヤムスクランブラーなどがありますね。同じランブラーでもフランソワ・ジュランビルやドロシー・パーキンス、それからポール・ノエルなど放っておけばシュートが地を這うように伸びる品種は垂直に枝垂れさせてもたくさん咲いてくれます。だいたいこっち側の壁面がランブラーの方は紐外しが終わりました。でアイスバーグはフル枝かなり整理しました。シュパリスホープはね下の方はこれもねフル枝ばっかりなんですけども、シュートが1本も出てなくて、もうほぼ木立ちみたいなね感じで剪定をしてます。それで上の方になってくるともう何年もこうやって原骨剪定じゃないんですけども、こういう感じの枝の残し方になります。今年の一番花の枝を残してます。先の方はピュッとこう2センチぐらい残しているのが今年の一番花の花枝ですね。これに芽が1つ2つありますので、これが伸び出してここで咲いてくれるっていう状態になりますね。
だから1本のシュートを2年も3年も使うという誘因にならざるを得ないんですけども、ローゼドルフシュパレスホップはね、この状態でも結構咲いてくれるんですよね。今度はね、この上の方ですね、これ下駐車場になってるとこなんですけども、駐車場の屋根ですね、上のところにランブラの枝がたくさん追っかぶさってきてるんで、下はここからですね、ここからぐーっと伸びて、で上にガゼボがあって、その横は駐車場の天井ですね、そこまで枝が伸びてます。で奥の方は向こう側の壁面にもずっと誘引をしてあるんですね。はい、じゃあこの駐車場の上面もちょっと弱えてる枝がありますので、それをフリーにしてこっちの壁面の方へ下ろしてくるというような作業をやっていきます。こちらはね、アイスバーグのつるの方ですね。ここへね、天井面へ誘引して結構ここは咲くんですけれども、下からはほとんど見えないっていうこともあるし、このランブラの枝がね、相当これ伸びてるんですよね。なのでこの上面は全部ランブラにするということで、アイスバーグの枝は取ってしまいます。でアイスバーグはね、下の壁面だけにしようかなと思います。先っちょの方はね残して、細い枝もできるだけ長く残してます。葉っぱはみんなこそげて取ると、まだみずみずしい若い枝は先っちょの方ね、若かったら枯れ込みますから、これも切りますね。このシュートが出てるとこまで去年ね誘引したところを切ります。結局これが一番下にありますから、引っ張り出す時にね、新しいシュートを引っ掛けて折らないように気をつけないといけないですね。ちょっと刻みながらね、そっと引っ張り出します。地道な作業なんですけどね、もうただひたすら古枝を取って新しい枝をほぐして、で最後紐で結わえて整えるという感じですね。今年はね、これかなりベト病が出てますね。ベト病で葉っぱ落としたっていうのが結構多い感じですね。こうやって見ると枝がたくさんあってものすごく大変な感じがしますが、作業は至って簡単で、今年咲いた枝、去年のシュートを刻みながら取り出しているだけです。早送りで様子をご覧ください。落ち葉がたくさんありますが、これをそのままにしとくとミミズナメクジ、ヤスデ、ダンゴムシが増えて、特にヤスデは踏むと匂いがひどいので困ります。なので落ち葉はきれいに掃除しましょう。駐車場の天面古枝をすべて取り去りました。こんな感じでね、すっきりした状態です。これはもう咲く枝ばっかりですね。そして画面左側の方にも枝がありますので、こちらも古枝を整理していきます。画面左上にはガゼボがあって、そちらにも少し誘引するので、奥の方にある古枝を刻んで取り出しながら、
絡み合ったシュートを折らないようにほぐして、で伸びてる枝の順番と方向によって右側と左上にバランスよく仕分けしていきます。古枝の処理とシュートの配置がだいたい決まったので、枝を均等に配置してシュロナーで結わえて固定していきます。内側の壁面だけ出来上がりましたね。こんな感じで均等にできてます。上から見るとこんな感じです。枝がまだぴょんぴょんとこう出てるやつは向こう側の壁面に少し誘引するスペースがあるんでね、こっちの方へ行こうかなと思ってます。この株自体はね、こんな感じでずっと立ち上がりからお家の方へガーッとこう伸びてて、ここはねもう古枝を支えにしてずっと壁面にまで誘引してあるんですね。でそれ以外にこの立ち上がりからねずっと立ち上がって、でこの直径 1m50 ぐらいの真四角のガゼボの上にも誘引をしてあるんですね。このガゼボの入り口の右側にはね、だいたい容量150リッターぐらいあるかなと思うんですけども、パレードを植えてあります。それでこの左側はね、春の動画でご紹介してます100リッターぐらいの土に、手前がねカージナルド・リシュリュー、向こう側がピエール・ド・ロンサールを植えてありまして、ちょうどこの左側の面がね北側になるんで、あんまりよく下の方がねよく育たずに上ばっかりになってるんですけども、手前の部分は大輪系の品種をね2本とカージナルド・リシュリューを誘引するので、ランブラーはねガゼボの3分の2上面と向こう面っていう感じで誘引します。どうもね面白いことに、今年は6月に花終わってから超過切りをした枝がからも全然伸びてないんですね。でシュートの数もちょっと少ないかなっていう感じなので、古枝も半分ぐらい残す必要があるかなっていう現状ですね。こんな感じでね、6月に切った切り全然伸びてなくて、シュートはちょろちょろ途中から出てるんですけども、ちょっと数が少ないかなという。夏梅雨明けてからはあんまり雨が降らなかったんで、水枯れもあるのかなとは思います。枝数少ないんで、先っちょの方、ここはもう全部古枝をね、去年のシュート、今年花が咲いた枝を全部残すことにします。ちょんちょん切りですね。枝はね古い紐を全部外して弱え直します。成長の早いランブラーなんで、そのまましとくと3ミリのシュロナーではあるんですけれども、食い込んで取れなくなっちゃいますんでね、来年は。すごい枝固まってて、影になる部分が多いんで、ほんの少しですけども貝殻虫が出てますね。
でもそういう枝は貝殻虫出てる枝はねあんまり充実してないし、これだけ枝数があればもう綺麗にね取り去ってしまった方が無意味に花の咲かないブラインドがいっぱい出るとやっぱり肌煮の元にもなるし貝殻も出るしね、すっきりしといた方がいいですね。こいつもこれもだいぶ取ってきてるんでどうやろう、取ろうか。ここでねなんとなく変なもう木質化した勃化した枝になってるんであんまり勢いもなさそうやし取りますね。これを取るとだいぶすっきりするかな。一番奥にある枝ですよね。でこの下の方から長く伸びてるシュートも何本かはあるんで、この辺で止める枝も多分2、3本はできそうな感じがしますね。上をちょっと祝えないと垂れ下がってくるかな。大丈夫か持ってくれよ。重みでね垂れ下がってきますよね。こちらのお家の壁面上の方に上がってる誘引が一旦これで終わりまして、最後ガゼボウの誘引になります。ちょっと見にくいので手前のピエール・ド・ロンサールとそれから右側のねパレード、これをちょっと枝整理してまとめましょうかね。これ鉢植えなんでね土替えを一緒にやろうと思いますけれども、とりあえず枝整理だけやっちゃいます。はい、パレードとそれからピエール・ド・ロンサール、下の方がカージナルとリシュリューという形でガゼボウのこちら面ですね、誘引が終わりました。あとわーって茂ってるのはランブラーです。でやっぱりこの影になってる部分の枝は少し貝殻虫がね出てきてますね。しますね。そしてでこれはもうこれもや
植床の土の容量がね少ないので、ここ植床もうパンパンにね張ってるんですね。で深く堆肥料をすき込むとバツって結構太い根っこをね切ってしまうことになるんで、もうやむを得ず、表面に堆肥肥料をこの小さい熊手でね、だいたい5センチぐらいだけ表面にすき込むことにします。よいしょ。牛糞堆肥の若葉ですね。北海道産のピートモスですね。超繊維、ふるいにかけた残りの方です。若葉の方はね、腐食酸の供給ですね。不眠酸とか腐食酸って言いますけれども、リン酸分の吸収を助けるという意味でね、堆肥をやる目的の一つが不眠酸の供給で、このピートモスの方は、CN 比が200ぐらいとちょっと高めなんで、土の防軟化ですね。土の中に基礎を作って根が張りやすくするっていう効果のために、この2種類の堆肥をやってます。この肥料はね、業務用のスミカエースですね。それを中心に油かすのペレットとか腐食酸の肥料とかいろいろ微量要素も血で混ぜてるやつですね。これアセフェートです。オルトラ、最近はアセフェートジェネリックでちょっと安くホームセンターとかで売ってますけどね、もう念のためコガネムシがおったら退治できるように一緒に混ぜ込んでおきます。アセフェートはね、表面に巻くだけで効くんですけどもね、根から吸収もされますので、これがやったからちょっと春まで効いてるわけじゃないんですけどね。じゃあね、こうやってすき込むようにしますね。でも根がもうすごいですね。パンパンに表面まで張ってますね。よくこれで育ってるなという感じですけども、さすがにやっぱりこの中輪系のね、ランブラの方はそれでも樹勢が強いんで育ってるんでしょうけど、こっち側のシュパリスホップの方はもうかなり成長は厳しいかなっていう状態にはなってますね。もうこれ改善するには植え替えしかないですね。